こんにちは、加藤です。今日は久しぶりに油絵の動画になるんですが、パレット、この結構使い込んでいる風のパレットなんですが、パレットの掃除の仕方についてお話ししていきたいと思います。見ての通り、これ使いかけというか、絵の具がね、まだちょっと残っている状態で、書き途中のパレットなんですけれども、その書き途中でどんな風に掃除をして手入れをして、次の制作につなげるかっていうあたりをお話ししていきたいと思います。まず書き終わった、これは一応掃除が終わってるんですけれども、このあたりを見ると、結構ね、ちょっと角度変えると分かりますかね。固まっちゃった絵の具が盛り上がってガビガビになってるんですね。こういったところをね、皆さんパレットっていうともっとね綺麗に使ってなくちゃいけないって思ってる方多くて、このガビガビになった状態だとね、もうこれ使えないんですかっていう風に聞いてこられる方いるんですが、まだまだ十分に使えます。そういったね手入れの仕方お話していきます。まず用意するものは、パレットに対してこういったペインティングナイフとかパレットナイフ、何か金属のヘラであれば何でもいいです。もしくはスクレパーっていうゴリゴリと塗料を落とすようなそういった道具でも構いません。ちょっとやってみせますね。ここ音聞こえるかな。見えていますかね。このちょっとね乾いて固まりかけている絵の具がこびりついてるっていうかへばりついてるんですけれども、1日2日3日1週間以内くらいでしたら、こうやってちょっと力を入れてナイフを使って書き取れば、ある程度はこうやって取ることができます。でこのカスは、ティッシュとかウエストとか何でもいいんですけどにまとめて捨てちゃいますが、こんな風にですね、まずはカスを書き落とす。半乾きの絵の具で画面がガビガビになってきたら、このようにですね、ナイフみたいな硬いものを使って書き落とす。これが基本になります。理想を言えばこのガビガビになる前に、綺麗に拭き取ればいいんですけれども、絵の具ってきっちり使い終わることってあまりなくて、だいたいパレットに少し残った状態になることがほとんどだと思うんですよね。でパレット上のこの場所にはこの絵の具を置くみたいに、位置がだんだん決まってくると、その場所に絵の具が盛り上がっていくっていう風な使い方をします。今回のこのパレットはね、結構絵の具の配置はバラバラで、毎回違うところに出してるせいで、色の位置が確定していないんですけれども、できればどこにはどの色を置くっていう風に決めて、毎回その場所に置いて出していくようにすると、その場所の盛り上がりは大きくなるんですが、使いやすくなっていきます。まずはね、こんな感じで書き取れる部分をナイフで書き取る。これどうだろう。これちょっともったいないけど取っちゃいますね。半乾きのライトレッド、ちょっとだけ残っていましたけれども書き取ってしまいました。これはバーントアンバーかなも書き取ってしまいます。もう単純にこれ力技です。ガリガリゴリゴリと。でこの時にできるだけ木のパレットの場合は表面にニスがコーティングがしてあるんですね。でそのコーティング取らないように使っていければ理想なんですけれども、なかなかそうもいかない、現実的にはねそうもいかないことの方がほとんどなので、あまりその表面の塗膜が、透明な膜が取れちゃうからとかね、気にしすぎなくていいと思います。なっちゃうものはもう仕方がないということでね。どうでしょう。だいぶ取れました。こんな感じで斜めから見ると分かるんですけれども、一応跡は残っていますが、凸凹はだいぶなくなって、大体ないですね。だいぶなくなって大体平らになっている。でこの平らじゃないとナイフで絵の具を練るときにどうしても引っかかってしまうというか、綺麗に混ぜられないので、見た目の色がムラになってるとかは置いといて、表面がね平らになるようにしっかり書き取ってください。こんな感じですね。
でとりあえずこれが第1段階目、使い途中でもしくは乾いたんだけれども1週間以内くらいでしたら十分にこの力技でナイフで引っかいて、ガビガビになった絵の具を描き取ることができます。はい、では次にですね、第2弾、半年とか1年とか、だいぶ期間を置いて相当頑固に固まってしまったような絵の具をどうやって取るかについてお話していきます。今ねこの部分の絵の具を描き取ったんですけれども、まだねもうちょっと残ってるんですね。この辺り、これはでも比較的新しいっていうか1週間以内に出した絵の具なんですが、ちょっとしか残っていないのでここも描き取って掃除していこうと思います。ちょっとナイフ持ち替えました。大きなやつにやってみましょう。こんな風に描き取っていきます。ガリガリガリっと。こんな感じですね。カスが乗っかってるの見えますかね。どっち向きにナイフを動かすっていうのは特に決まりはないので、自分の力の入れやすい方向でゴリゴリと描き取っていってください。なるべくパレットの表面が平らになるっていうことを目標にして絵の具のカスをできるだけ描き取っていきます。でこういった作業をするときには結構周りはね汚れてもいいように新聞紙を引いたりして始めた方がいいと思います。今ね何も引いてないんでこれちょっと落っこっちゃったはみ出ちゃいましたけれども、結構周りにねこのカスが飛び散りますんでね、しっかりと新聞紙を引いて進めてください。さあどうでしょう。色は残っていますけれども、このガビガビの部分の凸凹はだいたい取れたかなっていう感じです。固まってない絵の具だとこのテレピンで拭くだけで結構ね絵の具取れてくるんですけれども、基本はこういうオイルで拭き取って揮発性油で拭き取ってきれいにする。でテレピンだけだとどうしてもこのパレット表面のツヤがなくなっていくので、この後リンシードを薄く1回塗ってあげると薄く塗ってから保管するのがおすすめです。はい、だいたいきれいになりました。こんな感じでわかります。今このね光ってるのはテレピンのオイルで光ってるんですけれども、これテレピンが揮発してしまうと艶消しになります。で通常ですとここにこの後リンシードをこういう木の生のリンシードを薄く塗って完了なんですが、今回はちょっとねこの固まってしまったカスみたいなのがまだ残っているので、これを使って掃除しようと思います。後片付け用筆栓液アプトっていうのが私はおすすめです。これで1リットル入りなんですけれども、固まってしまった筆とかパレットとかそういったものを再生するときには使っています。かつてストリッパーっていう絵の具の剥離剤を使ってこういった固まった絵の具を掃除していたんですけれども、あれ結構ね手につくと痛いんですよね。酸みたいな感じで結構痛いので、このアプトに切り替えました。使い方は一緒です。今直接原液を出しましたけれども、見えますか。ちょっとドロッと少し粘度のあるそういった原液なんですが、これを落としたいところ、絵の具を固まった絵の具を柔らかくしたいところに塗り伸ばします。であまり引っ張らないというか薄くしすぎないで、ちょっとこうたまるかなくらいに塗ってからちょっと時間を置きます。ちなみにこれですね、筆の再生にも固まった筆の再生にも使うんですが、筆の場合はねちょっとつけておく時間をね考えた方がいいです。ストリッパーに比べて効果が優しいなと思っていたので、1日以上かな、油の豚毛の筆をつけてたことがあったんですね。でそしたらなんかね筆が毛の質がね変わってしまって、
柔らかくなりすぎてというか、なんかね色もね黒く変色してちょっと不思議な感じにね変わっちゃったんですね。なのであんまりこう長時間つけすぎるっていうのも問題がある気がします。なので筆の場合は少し様子を見ながらつける時間を、例えば10分おきとか30分おきとか様子を見ながら何回かに分けて漬け込んでいくといいと思います。さあどうでしょう。今ねこれ少し1ミリ弱くらいかな、その場所にかぶさるようにトロンと乗っけたんですが、ちなみにこの緑色の部分はこれ半年以上前に使った絵の具なんですね。もうすでにこんな風にナイフの先でこすると溶けてくる感じです。そんなに力入れずとも溶けてくる感じですね。はい、これでちょっと置いてみましょう。時間を置いてみましょう。でこれでね一度で取りきれないところっていうか溶けてくれないところもね結構あるんですよね。でそういったところは力任せにガリガリやるよりも2回3回に分けて1回取り終わったら洗って、でまたもう一度液体をかけて、そんな風に何回かに分けて作業してみるとね木の表面を傷めずに絵の具を取ることができると思います。さてどうでしょう。一旦流してきれいにしてきたんですけれども、だいぶ取れてるの分かります。これが木の色で、そこに対して絵の具がねまだ残ってはいるんですけれども、だいぶ取れてきたな。もう一回かけてみますね。やっぱり1回目で落ちきれなかったところも一度洗い流してからもう一回改めてかけてみると今度は落ちる、そういったところが出てきますね。あまりに厚い絵の具の層は何回かに分けて2回とか3回とかに分割してちょっとずつ落としていくといいかもしれないです。さてそろそろ最終回、これで取り終わるかな。さてこれでだいたい削り取り終わって、それからアプトを使って残りの絵の具もきれいに除去できました。で見ての通り結構ねムラがあるんですよね。このムラ何かっていうと、当初このパレットに塗ってあったニス分が削り取られちゃった、もしくはこれでアプトによってちょっと溶かされちゃった、そんな感じなんですけれども、最後にこのリンシードオイル、これを塗って仕上げにしたいと思います。使い方は至って簡単で、布に染み込ませて塗るだけです。結構面積あるので直接垂らしてみますね。ちょんとこんな感じで塗り伸ばします。通常の使用においても最後こうやってリンシードオイルを塗って終了にしておくと、塗膜がだんだんとこう丈夫になっていって次第にこう染み込まなくなってきますので、毎回最後絵を描き終わって掃除が終わったらリンシードオイルを塗って終了っていう風に習慣づけていくといいと思います。はい、こんな感じでだいたい今くらいの分量でスプーン小さじ1杯くらいですかね、全体が塗れました。こんな状態です。でこれね少し置くと、さっきまでここの部分艶消しになってたと思うんですけれども、少し置くとねまた染み込み終わって艶が引いてくるんですね。そしたらもう1回くらい引いてあげてもいいかと思います。でアプトもそんなにしょっちゅう使うもんじゃないので、本当に半年に1回とかね1年に1回とか思い切って大掃除した時にはこんな風に削れちゃうことありますが、
通常の仕様においては毎回テレピンを使ってきれいに拭き取って、で最後にリンシードを塗って終了と。そんな風にしていくとね、徐々にいいツヤが出てきますので、パレットを自分なりに育ててみてください。パレットがガビガビになっちゃった時にどんな風にして手入れをするのかっていう方法でした。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。